今こそ始め時なのであります。まず最初に AI ナレーターの声が聞き覚えのある人に似ているが、もちろんその人とは一切関係ない5人ラジオ。交通事故による渋滞で引きこもり生活の重要性を痛感している今日この頃、いかがお過ごしですか？引きこもり生活応援チャンネルの AI ナレーターです。今年の連休は飛び石連休ということもあって、自宅で過ごすという人が7割にも達しているとか、同じ自宅で過ごすのなら動画鑑賞やゲームプレイなどという娯楽商品の消費から一歩抜け出していませんか？そこで今まで当チャンネルでは引きこもり生活の魅力や状況を語り続けていましたが、今後はもっと具体的に引きこもり生活の方法論について語っていきます。その前に少し結論を述べますと、白物家電を揃えて通信環境を整え、引きこもり生活は衣食住の確立、同調圧力に屈しない自立した生き方、すなわち引きこもり生活を望んでいない人の中でもやっていることをさらに発展させたものが本当の引きこもり生活なのであります。それでは引きこもり生活の始め方を語っていきましょう。まずは必要なものを揃えることから。一つ目、照明器具。薄暗い部屋で体育座りをしたままの引きこもり、テレビでよく見る光景として有名ですが、そんなことをしていたらエコノミークラス症候群で命を失う危険性があります。それはセルフネグレクトや心の病の一症状。引きこもり生活そのものが目的の場合であれば、部屋は迷わず適切な明るさで満たされた状況にするものであります。かつて照明を充実させるためには機器も高価であり、電気代など維持費も高額になっていましたが、LED 照明の出現により消費電力量の低減が始まり、機器の価格も手頃になっています。明るさや光の色を調整できる機器も入手しやすくなって、自分好みの光が得られる LED 照明器具を使いこなして快適な引きこもり生活を行うことがたやすくなったのであります。機器の取り替えも簡単になっており、天井の照明であれば、引っ掛けシーリングのついている天井であれば、高所恐怖症の人以外なら手の届く範囲であれば、自力で取り替え工事ができる機種が大半ですなわち機種選定から取り付けまで引きこもりならできて当然のスキルなのであります。一つ目、空調機器。快適な引きこもり生活には、きれいな空気と適切な気温が必須です。春の花粉や黄砂対策に空気清浄機を、夏と冬の気温調節にエアコンや冬の暖房器具は引きこもり生活の大切な友達であり相棒なのであります。三つ目、冷蔵庫。冷蔵庫は設置場所や搬入経路が確保できる限り、できるだけ大きな機種を選ぶのが正解。できれば400リッタークラス以上の機種を選択しておきたいものです。なぜなら年間の消費電力量が減り、それでいて製氷機や2つ目の冷凍室など食生活を豊かにする機能、装備が充実しているから。引きこもり生活とは衣食住の確立ですが、その土台の一つが冷蔵庫です。四つ目、食洗機。引きこもり生活応援グッズの真打ち登場なのであります。引きこもり生活には自炊できることが必要条件。でも後片付けのことを考えると簡素な作りのものに偏りがち。食洗機の導入で後片付けの負担が減ればやりたいことがどんどん増えて引きこもり生活はさらに楽しくなるのであります。食洗機の活用法としては、食器や調理器具類だけでなく、熱や水に耐えるものなら食材などが入っていた食品トレイや空き缶に
空き瓶も一緒に洗浄しておくと廃棄時の負担が減るのでおすすめ。ゴミ箱を匂わないようにすることも引きこもりにできる社会貢献なのであります。食洗機も冷蔵庫と同じくできるだけ大きな容量の機種をお勧めします。賃貸では配管などの制限事項があるものの、自身で所有されている物件であれば、巨大なフロントオープン式の機種をビルトインすることも一案です。5つ目、洗濯機、掃除機。引きこもり生活に必要な要素、清潔、洗濯機や掃除機も外せません。冷蔵庫や食洗機と同じく洗濯機はできるだけ大きなものを、洗剤の自動投入や衣類乾燥機能は好みに応じて、ランドリールームが確保できるのなら除湿機を置いた部屋干しもいいでしょう。衣類も引きこもり生活をさせるのであります。そしてインターネット回線と PC。小森式子さんも引きこもり生活には PC が必要と力説されていますが、引きこもり生活の情報源として重要な存在であるインターネットの回線と PC、スマートフォンやタブレット PC でも済ませられそうに思いますが、仕事や勉学を応援してくれるものとしてこれほど重要なものはありません。先ほど紹介した白物家電の選択をする際の情報収集にも欠かせない道具ですので、決して外すことはできません。まとめ。すでにお気づきになったかもしれませんが、これらは引きこもり生活を望まない人々にとっても現代社会を生き延びるために必要不可欠なもの、すなわち引きこもり生活ができることは社会人としての生活が成り立つということなのであります。そしてオーディオ、ビジュアル機器をあえて除外しておりますが、これはゲームや動画鑑賞といった娯楽の消費が目的ではただのブータン生活になってしまうことから、まずは自立した生活基盤を整えることが最優先の必要事項であるという理由によるものなのであります。引きこもり生活の確立は生活基盤の確立と覚えておいてください。引きこもり、存在自体が社会貢献。引きこもり生活を諦めちゃいかん。